皆さん、こんにちは。今日はまたまた動画を撮ってまいりました。この日はね、ショッピングモールに行って映画を見に行ってきたの。で、ここはね、大好きなお花屋さんですね。すごい素敵な植木鉢とか、可愛い植物がいっぱい。そして映画館。この日はなんと8時50分から映画を見ようと思いまして、なんかさ、もう朝早いのに、売店に人がいっぱい並んでいて、でも、絵が終わりました。もうね、これを撮影しているときは、呆然としているところ。何を見てきたかというと、サブスタンスね。なぜサブスタンスを見ようかと思ったかというと、私の大好きなケミオくんがですね、ポッドキャスト、言うだけ聞くだけ everything で、この映画はぜひみんなに見てほしいって言ってたのね。で、この映画はさ、巷ではホラー映画ということになっているのかもしれないけど、僕は違うと思うんだよねっていう話をしていたのね。彼の面白いっていう映画は絶対面白いに違いないと思って、日本に来たら絶対見ようと思っていました。で、見た感想はというと、結構衝撃的で、グロなシーンもたくさんあるので、もう最初ね、ちょっと怖かったですね。私はグロテスクなのはあんまり好きじゃなくって、ホラーは好きなんですけど、例えばソーってあるじゃない。もうあれ、本当に、最初のソーは見れたけど、パート2、パート3と進むに従ってもう見れなかったですね。だけど今回のこのサブスタンスは絶対目を背けちゃいけないなってなんか感じて、なんとか頑張って見ていました。なぜなら女性の老いがテーマの一つだからです。で、この映画はですね、女性が監督していると知って、だからあんなに男性を批判的にっていうのかな。結構さ、男の人が醜く描かれているんですね、この映画の中では。で、これって男の人が見たりすると、女性っていつも大変ね、みたいに思うかもしれないけども、ほんとそんな簡単な話ではないというかね、女性は大変だけど、あんたたち男もちょっと考え直しなさいよ、みたいな、そんな気持ちにもなる映画でした。やっぱり昔はさ、女の人は綺麗で若いことがもう魅力の一つ、最高とされていて、まあ今もそうかもしんないけどね、一部の男性にとっては。で、ある程度年を取ったら、もう家に入って、家庭のことでもやってろって感じですよね。だからこの映画の中でもエリザベスが番組を降ろされて、で、その時の最後のお別れのプレゼントにプロデューサーが何をくれたかっていうと、フランス料理のなんかレシピ本でしたよね。家で料理でもしてろってことなのか、なんか失礼しちゃうっていう感じで。そんなところにも、やっぱちょっとね、女性蔑視な感じの、なんかそういうね、批判的なシーンがいっぱいあったと思います。で、この主演のデミ・ムーアさんはですね、私と同じ62歳なんですね。で、映画の中では50歳という設定で、このエアロビクスの番組みたいのを持ってるわけですよ。彼女は昔のスターなんだけど、まだスタイルも抜群で美しくみたいな。だけど、老いは確実に忍び寄ってきてっていう設定のところから始まるんですよね。でも、全然、まあ、この映画の中の設定は50歳ですけど、デミー・ムーはすっごい頑張ってるんだなと思ってね、スタイル良かった、すごく。なんか反省させられてしまうものがありました。で、これさ、この映画、なかなかネタバレになっちゃうので、あんまりいろいろ言えないかなと思うんですけど、で、結局、なんだろうな。最後の方はもう笑いがこみ上げてくるっていうか、大晦日の番組の会場中が血の海となってしまってね。
ちょっと面白かった。そこもなんか老人ばっかり見に来てるところでさ、そこにわーってこう、血の海ですよ。そこはなんかね、ちょっと気持ちよかったです。でね、これ、自分が年老いてしまったことを、すごく悲しんで、謎の薬を手に入れるっていうお話なんですけど、エリザベスのマンションっていうのが、タワマンのなんか上の方のね、すごい素敵なお部屋ではあるんだけども、私のとっても嫌いなタイプのね、家だったの。多分南側が、はめ殺しのもう大きいね、一面窓になってるんだけど、だけど窓開かないわけよ。なんかすごくね、無機質な感じの日常感のない家に住んでるのね。で全然幸せそうじゃないんだよね、やっぱり。で、恋人もいないみたいだし、もうとにかく番組も下ろされて、年老いていくことだけに悲観してるっていうかさ、例えば私がもしこのエリザベスだったらですよ、お金があったらあんなタワマンの上の方には住まなくって、ちょっと郊外にね、広いお家買って、ね、植物育てたり動物飼ったりとか、そうすると心がもっと育つのになってちょっと思って見てました。このエリザベスは心は全然重視してないというか、過去の栄光がとにかく、自分の勲章なんですよね。だから、今回のようなことが起きてしまったと思うんですけれども、なんだろうね、でも、なんか謎の薬が出てくるんだけど、それを提供した人はさ、何のつもりで提供したんだろうか。それも謎のまま終わってたけど、結局さ、なんか誰かがね、笑うセールスマンみたいだってよねって言ってたけど、途中からね、自分の分身のスーっていう若くて綺麗なもう、ピッチピチの女の子が生まれるんですけど、その子はさ、結局自分なわけよ。自分の中から生まれてるので。で、それなのに、スーのことを羨ましく思って自分はどんどんもう年老いてくおばあちゃんみたいにね、描いているわけよ。で、スーのことをどん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 妬ましく思い、で、スーはスーで、本当の自分の体っていうか、エリザベスのことをさ、たぶんね、この老いぼれみたいになっちゃってくわけよ。だから、お互いに憎み合ってるんだけど、それは自分の姿なわけね。お互いに。だから、自分を痛めつけてるっていうか、そこがすごく痛かったですね、私的には。で、この映画館を出た時に、街中とかさ、ショッピングモールにおばあちゃんとかおじいちゃんがいると、なんか薬飲んだ人たちじゃないよねってちょっとね、錯覚が起きました。で、なんだろう、やっぱり飲まなきゃよかったのになって、凡人の私は思いましたね。50歳であれだけの美貌があったなら、まあ飲まなくっても全然綺麗だったのに、みたいに私は思いましたけど、だけど、あれはどうなんだろうな。なんかさ、洗面所で裸でこう自分を鏡見て見るシーンがあるのね。50歳のエリザベスが。で、その時に後ろから映してるシーンがあって、お尻がね、めっちゃ垂れてたの。うよんって。もうおばあちゃんになりかけみたいな。で、あれはまあ他人事じゃないなと、私のお尻も後ろから見ると、あんななんだろうなって思いましたけど、あれはデミのお尻じゃないような気がする。50歳の頭身のエリザベスの後ろ姿だったけど、あれ結構作ってたんじゃないかなってちょっと垂れ気味に、そんな気がしましたね。ということで、今日はサブスタンス見てまいりました。このフランスの女性の監督さんの他の作品もちょっと見てみたいなって思って、で、YouTube を見ていると、メイキングの映像があるので、それ見てみるとちょっと映画の怖さが
和らぐかもしれない。あ、こうやって真面目に作ってたんだなってわかると思います。スーちゃんもすごい綺麗だったし。最後はもう本当に大変なことになってしまって、もう本当にね、もう梅津和夫の世界みたいになって終わっていきました。こういう映画があってもいいんじゃないのって。今の時代、2025年、これぐらい刺激がないと印象に残らないのかもしれないなぁなんて思ったりしました。はい。ということで、今日はこの辺で終わりにします。なんかね、この前配信したワースト映画の再生回数が結構好調なので、また映画の話もいろいろしていきたいと思います。私映画が大好きなので。それでは、今日はこれで終わりです。聞いてくださってありがとうございました。またね。